はい、皆さんこんにちは、時丸です。今日は富士山のふもとにある森の中、湖の近くよりお送りしています。お元気でしょうか？見えてるかな？見えてないかもしれないね。うん。あの今日はスマートフォン買わなくていいんじゃないかっていう話をしたいと思います。えスマートフォンってすごい多目的に使えるアイテムだと思っていて、いわゆるバーサタイルな、ミニマリズムの中ではやっぱりそのミニマリズムっていうのはいろんなもの、一つのものをたくさんの用途に使うっていう風な話がありますけども、スマートフォンってうん一番ね、多目的に使えるアイテムだと思うんですよね。これができてきたおかげでカレンダーとか、メールとかいろんな人とのコミュニケーション取れたりとか、今では動画も見れたりとか写真も撮れたりとか、コンパスになったりとか計算機になったりとかインターネットできたりとか、ものすごく多用途に使えるアイテムだと思います。だからこそ手放せない。で、役に立つんですけども、役に立つんですけども、なんか最近思ってることは、毎年買い替えなくていいんじゃないかなってことです。モデルチェンジがモデルチェンジがすごいじゃないですか。必ずアップデートされますよね。で、実際そんなにモデルチェンジされてるんだけど、劇的な変化っていうのはもうないと思っていて、これから先もちろんあるかもしれないけど、例えばもう8とか9ぐらいからほとんどそのカメラ性能っていうのは変わってなくて、で、もちろん画質とかね、そういうセンサーのエンジン的には良くなっているんですけど、センサーサイズって多分そんな変わってないんですよ。で、機能的にもいくらその高性能のチップが搭載されたからといって、それでなんか動画編集とか結構重いアプリケーションを動かさない限りはそんなに変わらない。で、サイズ感も変わらない。なのに毎年新しいものが発表されて、それを買わなければいけないっていうね、そういうふうな気持ちになっていると。で、これ明らかに広告のせいだと思っていて、もう買わせる広告費に全てつぎ込まれてるんですよね。で、やっぱアップルの広告っていいじゃないですか。で、こう買いたいなって思わせるようなね、もうそういうふうに作られてるので、これなんか買わないと新しい写真のクオリティが下がるんじゃないかなとか、なんかそういうふうに考えちゃうわけですけど、でもね、そんな変わんない。重さも 200g 前後だし、変わんないんですよ。それなのにやっぱり毎年買ってるんですよね。で、自分も結局そうで買ってるんですけど、ただ今15 Pro を使ってます。で、この前に使っていたのが13ですね。13のモデルなので、僕はね14を飛ばしてます。で、結局2年半ぐらい使ったのかな、13を。で、やっぱり変える原因っていうのは何か壊れたりとか、画面が割れたりとか、あとはその電池の持ちが悪くなったりとかね、そういうことだと思うんですけど、もちろんね、それはそうなったら必要だと思うんですけど、多分ね2、3年持つと思うし、でバッテリーの持ちっていうのは昔のね、そのパカパカのガラケーから使っていた人からすると、今の iPhone ってかなり持ちいいと思いませんか？むしろ10年前とかっていうのは本当に持ちが悪かったと。新品でも全然バッテリーって持たなかったと思うんですよ。でもね、今はすごくバッテリーの持ちが良くなってると。かなり良くなってるので、そんなに変える必要はないんじゃないかなっていうことなんですよ。で、その問題のバッテリーを長持ちさせる方法なんですけど、これいろんな情報あるんですけどね、僕がやってるのは、まずバッテリーを 100% まで充電しない。で、これオートチャージング機能っていうか、そういう制限が今もう自動的に新しい OS だとかけられるようになっていて、多分ね、あれこれなんか充電されないなっていう経験あると思うんですけど、皆さん 80% までしか充電されないような感じになっていたりします。で、これはフルに充電すると、そのフルに充電して
することによって、それでその消耗していくっていう性質がバッテリーにあって、なので80%ぐらいで自動的に充電を止めるような機能で、これももう OS にもう標準でついているので、自然とそういうふうになっていると思います。だからそんなに気にしなくていいと思いますね。であとは、エクストリームな状況に置かない。私はエクストリームなミニマリストで何も持ってないんですけども、そういう意味でのエクストリームっていうところもあるんですけど、そうではなくて気温ですね。例えばあまりに暑すぎる車内、車の中とか、あるいはあまりに寒い、雪の中とかね、そういうとこで長く使っているとバッテリーの消耗が激しくなると言われてます。だからでもそんなにこのエクストリームな状況で、使う人ってそんなにいないと思うんですよね。だから実際にはそこまで気にする必要はないんですよ。で自然に使っていたら2年3年で、消耗してくると。あとね、自分なりにやってることはあのスマートフォンを一括で買うってことです。で多分皆さんこれいろんなそのキャリアとかにさついてるからゲップで買ってる人多いと思うんですけど、それだからその毎月支払ってしまって、で更新のタイミングが来て、で新しいのが出た時にそれをなんか買い取りしてもう一回新しいアイテムを買えますよっていうね感じにつられて、もう一回そのゲップ契約をして毎月支払うってことが起きてると思うんですよ。だからこれ一括買い切りで、今多分15万円とか20万円とか割とその iPhone の価格って上がってると思うんですけど、一括買い切りで買うともうそれだけで支払い済んじゃうんで、もうね次のその新しい製品が出た時に何か買い替えようみたいな気持ちが少なくなります。で結局そのやっぱりプラスチックとかね、そういうこう素材とか、iPhone のもの、結局リサイクルはされると思うんですけど、結局その環境に悪いですよね。やっぱり物を買い替えすぎるのってのは。それは明らかで。で、またね、それが消費で売ってのサイクル。で、それでまた買わなきゃいけないっていうサイクル。で、買うために働かなきゃいけないっていうサイクル。そういうところに巻き込まれて、どんどん、どんどん大変になっていくんですよ。もちろん、その全然ね、その iPhone ぐらい、買う余裕がある人は、なんてことないんでしょうけど、でもなんかその今ね、例えばその生活が苦しくてとか、なんか自分で他にやりたいことがあるとか、何か目指しているものがあるとか、そういう人は iPhone を、そんなに毎年買い替えずに、同じものをね、一つ買ってずっと使っていくっていう、そういう方が、いいと思います。そういう方がお金も貯まるし、環境にも優しいし、で、新しいものが出るたびに何かリサーチしてね、なんか情報をむちゃくちゃ仕入れて、そういうこう欲望との戦いみたいなものからも決別できます。そう。だから今日話したかったことは、そういうことです。iPhone を、スマートフォンをね、買わない。買わないってことです。毎年。で、僕自身は好きですよ、やっぱり。Apple 製品も好きだし、iPhone も好きです。で、iPhone 使い始めたのも、この 3G っていうね、iPhone3G っていう一番日本で最初に iPhone が入ってきた時から使い始めました。だから2008年とか7年ぐらいだったと思うんですけど、その時は代理店がソフトバンクしかなくて、ソフトバンクは専属契約でやっていたので、だからソフトバンクの iPhone を買いました。で、その時ね、もう誰も周りに使ってる人いなかった。で、結構みんなから、そんなん使えないでしょとか使いにくそうだねみたいな感じでね、言われるくらいのものでしたね。それがだんだんと進化していきました。一番最初の iPhone は丸みがあって、一番ね、コンパクトでしたよね。3G っていう。で、丸みがあるから、その丸みによって薄さというか手に馴染む感じがあってね、それからどんどんごつくなってミニマルではなくなっていくんですけど、一番最初の丸みを帯びた個体で今のカメラとか、その速さのチップのクオリティがね出るといいなと思ってるんですけど、
うん。でもね、僕は多分ね、もう買いません。壊れるまで買わないと思います。で、もう15プロでね、今全然満足だし、十分使えてるので、これをひたすら使っていきたいと思っています。皆さんは iPhone は毎年買い替える派ですか？それともずっと使う派ですか？やっぱりあれですよね。その仕事で使っていたりとか、まあ僕もまあ仕事で使っているんですけど、あのガジェット類は最新のものを使った方がいいっていうね、そういう話ありますよね。これもね、でもね、考え方だと思うんですよ。もちろんそういう考え方もありますよ。うん、一番性能がいいものを使ってそれで効率を上げていくっていうね、それが一番時間を無駄にしない方法だみたいなものがありますけど、それよりもその考え方よりも今その消費のサイクルっていうのかな、毎年出て買うっていうサイクルが加速しすぎているんじゃないかっていうことなんです。うん、そういうことを、今日はこの森の中で考えています。ちょっといろいろ散漫になってしまいました。でも最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。足が痛くなってきた。バイバイ。